ラーメン肉盛りです。柔らかい。美味しい。赤身もしっとり食べれて、脂肪は柔らかく食べれてっていうところを指すためにこの工程があります。いらっしゃいませ、どうぞ。お願いします。大丈夫です。1名様入ります。香ばしさもあるし柔らかいしみたいな。ぜひ食べてください。肉盛りです。豚美味しいですね。いらっしゃいませ。水にちょっと水に旨味と言いますか、辛みというよりは唐辛子から旨味だけ取ってます。爽快感のある辛さはあるんですけど、辛いっていうもんではないです。唐辛子って辛さだけじゃなくて旨味も一緒に出してもくれるので。煮込まないです。これ香りだけを入れます。あとはキャベツの甘みをちょっと入れる。煮込みすぎちゃうとスープに甘みが入りすぎるので、やっぱパンチ力つけたいので香りだけを入れてもうすぐ抜けます。抜いちゃいます。全部純正ラードを使ってるんですけど、炒めることによってそのキャベツのいい香りがするんですけど、その香りをこのスープにちょっと入れている。シンプルにそれだけの仕事をしてます。それが残ってなければ OK です。ちょっと塩をここで煮込むことによって、塩の角を取ります。これは前日にやったものです。こんな感じで。私たちがやっているのは火入れといって、まず煮込んで、その2日目の商品を一旦取り出して独自のですね工夫を入れさせていただいて、でお客さんのとこには3日目に届くっていう工程です。赤身もしっとり食べれて、脂肪はさらに柔らかく食べれてっていうところを足すためにこの工程があります。
焼き豚にも特化してラーメンを訪ねようというコンセプトが決まりまして、今から15年ぐらい前ですね、岐阜の方で焼き豚ばっを常に作っておりまして、それが完成と同時にスープとかもテストしながら開業に至ったっていう。柄がありますので、柄を抜いていきます。一番だれって言いまして、味玉のタレになります。前日火入れしたものを翌日がキュッとタレが締まってるんです。これが一番だれで前日に仕込んだ味玉です。ここにつける味玉が一番色が入ります。しっかり色が入って濃厚な味玉になっていきます。これ半ちゃんって言ってチャーハン、半ちゃん、ニンちゃんに使う米です。これ見ていただいたら黄金色してます。まあ工程としては何か、何っていうのはあれですけど、どこの家庭にもあるものです。それが入ってます。ちょっと時間が少しまたかかります。取っていきます。どれ OK ですか？
ちょっと入荷するまでに、まあ、7、8分かかりますね。まだ全然入荷してないこの状態ですけど、これがちゃんと餃子のあんに変わる瞬間っていうのがありますんで、今まだ赤々しいですよね。はい。赤みを帯びてるっていうか、今この状態であんを握ってしまうと、ちょっとまた表現が変わってしまいます。さっきの練り込みが甘ければ甘いほどこの色に変わらなくなります。この色に変わったってことはもう入荷がちゃんとできてる。これが本当の生餃子です。仕込みたて、包みたてって一番美味しいです。大盛り肉盛りです。すいません、こちらから失礼します。迷惑にならないですかね。大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。あ、どうぞ。肉トッピングして、あと餃子もらおうかな。はい。結構来られるんです。今日初めてなんですよ。なんかもうあまりにも動けなくて、結構一大イベントなんで、なんか食べに行くってなると
お先に半ちゃんです。すいません。ありがとう。餃子です。一つ目ですね。いただきます。ありがとう。銀ちゃんです。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。注文したのは普通の焼き豚ラーメンと半ちゃんと餃子。いや、豚美味しいですね。餃子も美味しかった。豚ラーメン大盛りで。それで。あ、OK です。焼き豚ラーメンの大盛りを注文しました。普通の焼き豚ラーメンの肉盛りじゃなくても肉はしっかり量があってめちゃめちゃ美味しくて最高でしたね、あれは。当然ラーメンです。なんかしんない、みんな実家で。一人前。はい、お願いしましょう。はい。うどんチャンネル。TikTok ですね。YouTube で見たりします。お先にラーメン。
通です。すいません、半辛です。お待たせしました。ニンニク半辛です。ありがとうございます。パンパン一つください。はい。少々でそうそうそう。でおかわり。なんかじゃ言われて笑っちゃう私。ラーメンの波です。お待たせしました。柔らかい。美味しい。噛まなくても溶けます。焼き豚が多いと脂っこいイメージがあるんですけど、全然そんなことなくさっぱり、いける。焼き豚ラーメン2つと、ベト皿1つ。じゃあ半ちゃんも1つ。半ちゃんも1つ。次にベト皿です。ニンニクのパンチエグ。ありがとうございます。いただきます。すいません、ラーメンです。ラーメン肉盛りです。餃子です。
ラーメンです。来たわ。ありがとう。ラーメンとチャーハンとベト皿、焼き豚がうん、美味しかった。炙り目がちゃんとついてて、すごくそれが美味しかった。香ばしさもあるし、柔らかいしみたいな。ぜひ食べてください。美味しかったですはい、美味しかったです。はい1名様入ります。すいません、ラーメンです。ラーメンの波です。お待たせいたしました。お待たせしました。お待たせいたしました。波と兄ちゃんです。波とね。はい。あ、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。焼き豚ラーメン。いんちゃんです。お疲れ様です。これで終わり。豚ラーメン。ありがとうございます。少々お待ちください。いらっしゃいませ。肉盛りです。並盛りです。半ちゃん一つ。はい、ありがとうございます。ニンニクのお茶。何もしてないわ、後悔する。ニンニクは生でした。ラーメン肉盛りです。お待たせしました。
はい、そうです。いらっしゃいませ、どうぞ。お願いします。大丈夫ですか。いや、ちょっと手前の席がいいな。いらっしゃいませ。思った。やばいっすね。これ一人前って尋常じゃない。トリプル唐揚げ定食で。唐揚げがめちゃくちゃ美味しくて、本当でかさにもびっくりしましたけど、うまさにもめちゃめちゃびっくりしました。食べること楽しいな、幸せだっていうのをね、届けていけたらいいなと思いますよね。食べることで日本を元気にできたらなって、幸せにできたらなって、笑顔にできたらなって思いますよね。ちょっと大きいのを頼もうかな。川越ダムを食べに今限定のメニューがあって、今これからチャーシューやっていこうかなと思っております。もううまそうですよね。
楽しんでてくださいませ。ありがとうございます。1キロにトッピングで多分2キロぐらいになるかなと思って。空体取りますね。空体取ります。はい。全部のせいで。今日は初めてです。僕唐揚げめちゃめちゃ好きでいろんなところの食べてるんですけど、なんかすごい美味しいって聞いたんで。私これで4回目くらいなんですけど、時々すごく唐揚げが食べたくなって、やっぱ唐揚げって言ったらこの映像か。お願いします。よろしく。よろしく。今日もなんか熱い戦いになりそうですね。で、楽しんでいきましょう。ありがとうございます。こんにちは。あ、どうもどうもお世話になります。今日も男気っすね。今日も男気っすね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。満席になっちゃった。どうしましょう。待ちますか。満席になっちゃいました。わかりました。お持ち帰りで。じゃあ中でお伝えください。どうぞこっち。すみません。すごいなっちゃった。ダムにタルタル乗せちゃって大丈夫ですか？わかりました。はい。シャンパン3品、焼肉のせチャンさん、ネギもやし、米パンわかめ、特大のコーラです。最初12時さ、しゃべっちゃうから。
ちら様です。香りよ。でも大盛りの方は確かね半ライスなしだった気がするんだよね。おー、はい。そうか。5代目とか。試合は両チーム1点が続き、前半を終え2点差から6点。大ウーロン茶男気の生です。はい、じゃあとりあえず行きよ。はい、お待ちどうさまです。タルタルも。失礼します。唐揚げ焼肉丼になります。前からごめんなさい。失礼します。でさ、岡野さん。これめちゃくちゃ飯進むんですよ。ちょっと飲み物後になっちゃって申し訳ない。こちらをちょっと別皿にして。文福飯店でしたっけ？
そう麻婆の分が豆腐ならいける。ギリギリ上手。すいません。こちらですね。すいません。これは多分マスターが。本当にレギュラーっすよ。滑ってますよね。いや、滑ってるのレベル。すごい。盛り付け綺麗だね。いや綺麗な盛り付けで。これはすごいな。すごい。これはちょっと。ほらそしたら見せて最高。あ、重た。突き出しでこれが出てくると食べ方がむずい。内側にこうタオさんが一番喜んでるけど。ぼんやりやだよ。お味はどうですか？あ、めちゃくちゃうまいです。ちょっとほんのりピリ辛でめちゃくちゃ食べやすいです。でもナスがトロットロです。どうもありがとうございました。なってますかね、ちゃんと。900です。
大丈夫。上の奥にありません？バーボンなんてここにあげて俺もすごいな。ああ、そういうこと。やばいっすね、これ一人前って尋常じゃない。南蛮と鶏天2丁だね。はい、OK。本日何頼まれました？一番大きい8キロのやつをせっかくなんで頼みました。いけるだけ行ってみようかなと。シューできる？あ、できます。オッケー、ありがとう。ありがとうございました。どこだったっけ？ありがとうございました。これでおしまいです。8キロの唐揚げ焼肉丼になります。はい、チーズ。唐揚げがめちゃくちゃ美味しくて、本当でかさにもびっくりしましたけど、うまさにもめちゃめちゃびっくりしました。味もちょうどご飯に合う、ご飯が進む味付けで、見た目よりも全然食べやすくて、おかずもほぼほぼ食べれたんですけど、やっぱご飯がすごい下に深くて、ご飯が限界ですかね。きついですね。まあちょっとパックに入れて持ち帰らせて、そうですね、いただきました。青一番用意しておいてます。用意しておいてください。一般通りでお願いします。
渡辺さんでビール。よいしょ、レッツゴー。タイムで、タイムでこれだ。はい、オッケー。実質の大体全種チャーハンだから3代目初代ダメだって言われたんで、これお願いしてもいいですか？お店からの愛情かっこつきだし。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃお腹にたまんねえ。やばい早く食べちゃう。やばいやばい。ありがとうございました。ありがとうございました。最高だね。すいません。そしたら
プになります。餃子を1人前。餃子を1人前。はい。味玉チャーシュートッピング、餃子1枚になります。あ、全部いっちゃおうかな。焼き丼とお持ち帰りの唐揚げで。チャーシューのせネギもつけて。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっと待って。イケメンになります。すいません、こちら男気ですね。ノラさんにこれ頼んだよ。はい、オッケー。オッケー。
ああ、最高っすね。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ半分の焼き肉をいきます。ありがとうございました。はい、少々お待ちください。お見せします。唐揚げ焼肉丼3キロです。本当にバカだと思う。バカだと思う。取りたいの。すごいね。辛くないよ。やばいってこの量は。はい、ではお待たせいたしました。トリプル唐揚げ定食です。おかしいって。顔映さないんだよ。ゆうちゃんすごいよ。ゆうちゃんいっぱい食べるね。すごい。ね、これ2つ来てるうちやばくない。やばいって。ね、これ待って、餃子くんじゃなかったっけ？チャーハンダメなの？白い飯がいいですか？白い方が1日30から60ぐらい味玉として作ります。ひとまずこの時間は30ぐらいで。味玉スタートです。
れてね。鶏セットの半ライス半チャーに変更でしょ。よっしゃ。あ、ごめん。まだ。あ、分かった。今取り掛かります。すぐに。大体1日で10キロちょっとぐらいですかね、チャーシューが。今これで出来上がったのを粗熱取ったら冷蔵庫にしまって冷蔵庫でこう寝かせるんですね。定食のご飯と焼くと進化です。味噌ラーメン。すごい。バイバーイ。いっぱい食べてね。どう見ても2キロじゃなかった今これ中身見たらレアかレアじゃないか。わかりますわかります。サインが入ってるのはもうレアです。このステッカーはD レンジャーのスタンプラリーがありまして、そのスタンプラリーでこちらで今日ゴールなので、その景品というかプレゼントを。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。遠いところすいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。2キロって頼んだんですけど3倍ぐらいの量で来て美味しく食べれました。ただちょっとすごいお腹に溜まっちゃって半分ちょっとぐらいしか食べれなかったんですけど、いやもうでも本当に最高でした。愛が深いね、ここのお店は。もう本当にありがたいお店です。ずっと忙しかったわけではなく、やっぱりオープンしたばっかりの時はすごく大変だったんですよ。お客様が来なかったりとか、デカ盛りなんか出すとみんな笑顔になってくれるじゃないですか。笑顔を見せてくれて、もう最高ですよね。全然もう疲れなんて関係ないですよね。
星がつりそうだって今。味噌ラーメンです。味噌ラーメンこちら。はい。一つで両方ともね。このお店は僕29歳の時にオープンしました。それでその前は今日高市にあります味自慢エゾっていう同じエゾって名前でお店やってるところがあるんですけど、10年ちょっと修行させてもらいました。もう10年もやってるとエゾって名前が大好きすぎちゃって、もうお店出すならエゾだなって決めてたんです。その親父はもう素敵な方で心の広い方で、自分でお店を出すんだからもう好きな名前でやりなさいって言ってくださったんですけど、エゾって名前使わせてくださいって、これで2代目エゾっていう名前付けさせてもらったんです。僕はとにかく人の笑顔を見るの大好きなんです大好きなんです。大好物なんです、人の笑顔を見るのが。このお店から歩いて5分ぐらいのところに大学があるんです。まずこの若者たちの笑顔を見たいなって、はい、そこで僕の行き着いた答えが、よしもうちょっと量多くしちゃえってそれでだんだんそれが悪ノリも好きなんでエスカレートしていった結果、今みたいな形になってきたんですけれども、もっと喜んでほしい、もっと喜んでほしいって、そしてまだまだこれは成長過程です最高。はい。ありがとう。あ、醤油にしてください。醤油で。はい。唐揚げのチャーハン3つ、唐揚げセットの味噌チャーシュー麺でお願いします。これ鶏のせ攻めちゃっていい？ああ、大丈夫ですよ。飛んでるからタルタルトッピングで OK。 しゃっネギなしでーす。すみません。
ことでいい。それでいいですか？それでいい？はい、唐揚げのせちゃう。はい、唐揚げタルタルのせです。はい、ごちそうさまでした。今からのできるとこはい、そうか、すごいな。はい、じゃあ唐揚げのせチャーハンです。これにラーメンが来るんだ。あ、そうだよ。あ、まだ終わんないの？うまいでしょ。あ、全部美味しかったですよ、本当に。柔らかくて。今日は何食べられたんですか。すいません、普通の醤油ラーメンです。私もエゾラーメンで。それは映えがあるよ。手がずらされてないんだけど。チャーシューの手があるね。これじゃ300もらっていいか。一緒に行きます。チャーハンセット醤油ラーメンです。はい、失礼します。あ、これうまいだ。醤油ラーメン。ありがとうございました。
お願いいたします。失礼します。唐揚げ焼肉丼のお客様。はい。はい、では失礼します。焼肉丼スープ。食べるのに焼肉唐揚げと唐揚げ焼肉丼。はい。OK。麻婆のデカン唐揚げとなります。お会計が3。はい、どうぞいただきます。ありがとうございます。唐揚げ、こめかみ、餃子、大盛りライス16分です。
がとうございます。メイクも。切ってないから。はい、じゃあ味噌醤油よ。ラーメン唐揚げセットの味噌ラーメン醤油ラーメンでいいですね。唐揚げセットだからここにさらに唐揚げが追加される。やっぱ唐揚げは頼まないとって感じって感じですね。1個あたりでっかいし、あと味もそんなにしょっぱいってわけじゃなくて意外にさっぱりしてるから食べやすいですね。あと別で自分とかチャーシューが乗ってるチャーハン、それも味ちょうど程よい感じでチャーハンと合ってめちゃくちゃ美味しいです。はい、ありがとうございました。も入ってる。あ、ちょっと。オッケー。なんだこれは。これとこれ。唐揚げ。はい。じゃあもっといて。ラーメンとかに入れるようなこう普通にスライスしたチャーシューを乗っけてくれるんですね。これがめっちゃうまいんですよ。食えなかったら食うんで。ありがとうございます。唐揚げ、チャーシューのせチャーハンです。どうぞ。
様です。チャーハンいくよエゾっていうと唐揚げだったりとかチャーハンだったりってイメージがすごく強くついてるんですよ。でお客さんもそれを目当てに来るんですけれども、エゾラーメンはめっちゃおすすめです、はい、スープなんかにしても半日がかりで作りますし、このエゾラーメンで使う味噌なんかでも市販のものは一切使わずに自分でこだわりに作ってるんですよ。なのでなんでこんなに出ねえんだろうって思う時ありますね。もっとラーメン食べればいいのにって。あるんで、ラーメンもあるんで。完成です。はい、じゃあできたよ。はい。最高。こちら餃子とエゾラーメン失礼します。最後は豚バラ肉気になる。ドロンする。煮干しスープに合うよ。美味しさ詰まった茶葉の香り際立つ。あなたの好きを好きになりたい。もっと二人になっていて。動けるわけないでしょ。てか早く食べて。香りの強い濃い口醤油を使ったお店秘伝の返しでお茶の水駅から徒歩2分だよ。2650円になります。これでいいです。よかった。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。麺に入れます。なんでラーメンがしたんですか？生まれてからずっと好きでいられたもの、唯一ラーメンだけだったんですよね。とにかくどれか盛り付けだったり、商品の斬新さだったり、そうもやっぱ天才的だと思います。醤油ラーメン上がります。はい、お願いします。ラーメンの域はもう全然もう超えちゃってますね。美味しかったの一言じゃ申し訳ないです。お気をつけてお帰りください。お待たせいたしました。お願いいたします。店名は雫一滴でも美味しいものをっていう意味が込められてます。いつもありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お
2015年の5月25日ですね。今、29です。じゃあそれまでは武漢で修行されたって言ってましたけど、ここで店長やらせてもらって独立しました。フランさんっていうスプレーアートのプロのアーティストさんにお願いしました。カラフルな感じで、ハッピーな感じで作ってもらいました。チャーシューは3種類あるんですか？はい、炭火焼きの肩ロースとホロホロの腕肉、しっとりとした鶏胸肉の3種類あります。炭火に油を落としてジュワーってなるじゃないですか。その油をまとわせることで炭火の香りをつけるっていう感じです。これは豚肉の腕肉です。これはガンガン沸騰したお湯で3時間から4時間ぐらいがっつりボイルして繊維を崩していきます。ニンニクだったり生姜だったりネギだったりをちょこっと入れて臭みを消す野菜を足します。スープとはまた別です。ただ豚肉のいいお出汁が出るので、このスープで限定麺のスープを作ったりもしますね。これ腕肉ですね。ボイルしたやつをタレにつけて。結構うちで人気の鶏胸肉なんですけど、ハーブとお塩で味付けをしたものを低温調理してます。今塩ラーメン、醤油ラーメン、かき塩ラーメンやってるんですけど、全部スープ違いますね。醤油ラーメンは貝だしのスープと鶏豚のチンタンスープを合わせたダブルスープになってるんですけど、鶏豚のスープは塩ラーメンで使ってるスープなので、貝だしのスープだけ新たに炊いてるって感じです。鶏と豚のガラは背ガラとげんこつですね。であと野菜、長ネギ、生姜、玉ねぎぐらいですね。で汁を取っていきます。失礼します。スープってどれぐらい煮込んでたりするんですか？最低8時間で、最高12時間ぐらいですね。その日の気温だったりで変えてます。取られるんですか？これは作り置きしてる醤油だれですね。4種類の醤油だったりとか、お砂糖だったりみりんだったりの調味料と香味野菜、ネギ、ニンニク、生姜を入れて
ふつふつと煮たものですね。4種類のお塩とザラメだったり、ちょっと白醤油も入れたりしながら作ってます。なんでラーメンがしたんですか？生まれてからずっと好きでいられたもの、唯一ラーメンだけだったんですよね。自分がなんかラーメンなんて作れるはずがないっていう風に思ってたんですけど、修行先のお店の創始者の方、小松崎さんに自分のラーメン作ってみろよみたいなことを言ってもらって、でそこからちょこちょこラーメン作り始めて、小松崎さんに味見てもらってラーメン作りに目覚めていったって感じです鶏の皮のポン酢みたいな、アルコール頼んでくれたお客様にサービスでおつまみを出すんですけど、ミキサーにかけます。大葉とくるみと背脂、大葉のペーストを作ってまして、でラーメンの味変に添えるんですけど、それを今仕込んでます。木戸さんってどういう人なんですか？とにかく努力家、盛り付けだったり、商品の斬新さだったり、そういった発想もやっぱ天才的だと思います。雫の盛り付けって結構褒められるんですけど、これをこの1位に乗せたいな、でもちょっとこれだとっていうのを長谷が改善してくれるんですよね。発想をくれたりとか、美しく盛り付けをブラッシュアップしてくれるのは長谷のおかげですね。竹蔵なんですけど、もともと中華の有名店で働いてたりとか、料理人歴が長いんですよね。で自分がやっぱりラーメン歴とか経験、知識だったりがまだまだ勉強しなくちゃいけないなっていうところがたくさんあるので、そういう部分を縁の下から支えてくれるじゃないですけど、そういう部分でサポートしてくれてます。経営者って一番熱量が必要なんで、その熱量がある人にやっぱみんな惹かれていくというか、まあお金だけじゃないので仕事は。2日間ぐらいこれのタレにつけといて使用するっていう感じですね。チャーシュー丼がありまして、それのネギ塩ソース。麺って2種類あるんですか？塩ラーメンの麺と醤油ラーメンの麺があります。白い方が塩で、黄色いのが醤油です。加水率が大きく違います。黄色い方はスルッとプリッとしてて、白い方は加水率が低いんで、ちょっとパリポキっていうか固めの食感です。油を落として、25のすり
リピリがちょうどいいの。海外の方向けの英語表記メニューです。海外の方も結構来られるんですか？あ、そうなんです。リーガロイヤルホテルが斜め向かいにあるんで、結構海外のお客様多いです。お酢ですね。ワインビネガーにディルっていうハーブをつけてます。お待ちいただきありがとうございます。今日はありがとうございました。これでございます。醤油ラーメン味玉です。1タック様麺入ります。醤油ラーメン麺上がります。はい、お願いします。じゃあラーメン麺入ります。はい。一タクさん麺出ます。醤油ラーメン味玉ですね。お待たせいたしました。はい、ゆっくりどうぞ。これからございます。こちらどうぞ。塩ラーメンです。はい、ありがとうございます。お会計ありがとうございます。塩ラーメンいただきました。はい、ありがとうございます。4択様塩ラーメン麺入ります。お願いします。花干しそっていう食用かす。出ます。失礼します。お待たせしました。塩ラーメンです。お待たせしました。はい、ゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。はい、どうぞ。はい。
初めて。初めてですか？美味しかったです。美味しかったですか？はい。ありがとうございます。特製塩ラーメン4つその麺入ります。特製塩ラーメン4択様麺上がります。お願いします。トッピング入れます。お願いします。さっき小松菜とメンマです。失礼します。お待たせしました。特製塩ラーメンです。失礼しました。すごいあっさりしてて毎日食べれるような安心できるような、さっぱりとした味でした。麺上がります。はい。お願いします。コーヒー OK です。それからティッシュ取ってきます。お待たせいたしました。醤油ラーメンでケータどうぞ。失礼します。お待たせしました。特製醤油ラーメンです。どうぞゆっくりどうぞ。でケータどうぞ。2択様麺入ります。秋塩ラーメン2択様麺上がります。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いいです。三田さん。これどうぞ。お待たせしました。柿塩ラーメン。もう一つラーメン少々あ、すごいですね。でケータどうぞ。これどうぞ。白髪。はい。先に食券のご購入お願いいたします。すいません。いらっしゃいませ。こちらなんですけど。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうもいらっしゃいませ。どうもいらっしゃいませ。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。塩ラーメン麺上がります。はい。お願いします。三つたくりセット系。セット系。お願いします。ネギ塩。はい。
緒です。ネギ塩系しました。塩ラーメンです。刻み肉トッピングとチャーシューご飯、ネギ塩ニンニクソースです。ゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。ラーメン取ります。失礼します。ラーメン取ります。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。スタッフ様、間間取ります。ありがとうございます。ありがとうございます。特撮サーバーラーメン出ます。お願いします。お待たせいたしました。竹浦さん、はい、それどうぞ。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。目上がります。失礼します。お待たせいたしました。いつもありがとうございます。竹浦さん。何が食べられたんですか？特製塩ラーメンです。うまかったですよ。ああ、そうですか。ビネガーとか入れてたと思うんですけど、味がまた変わってさっぱりしてうまかったです。2回目で、前は3種のチャーシューの塩の方を食べて、ですごい美味しかったんで、なんか塩が特徴があって美味しいですね。麺に入れます。お願いします。お待たせいたしました。特製塩ラーメンおいたします。お待たせいたしました。ゆっくりどうぞ。うちあえ玉っていうのがあるんですけど、あえ玉の代わりにあえ玉って言ってこうちょっと混ぜて食べるような、一応今牡蠣のあえ玉っていうのを出して、それに一緒に味の変化を楽しんでもらうためにハーブバターを一緒に添えて出すんですけど、二択様です。お待たせしました。かき揚げます。食べ方ご存知でしょうか。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。そのまま一回混ぜていただいて、そのまま食べていただいて、それからそちらのスープをこちらに移しながら、トマトを加えつつ味わいを楽しんでいただきます。わかりました。ありがとうございます。レギュラーのあえ玉になります。多分10回ぐらい来てます。ああ、そうなんですか。久しぶりにはまりました。だしとか、香草みたいのとか、よく効いてて美味しいです。塩ラーメンを食べました。あえ玉を食べました。ちょっとかき混ぜてそれだけでも美味しいし、追いスープしても美味しいんですけど、複雑な美味しさ、ラーメンの域はもう全然もう超えちゃってますね。あえ玉を食べた時はあれイタリアンにも来たのかなみたいな、ちょっとペペロンチーノ風な風味もあったりして、だけど元あったデフォルトのスープと合わせるとちゃんとラーメンビネガーとか味ってどんな感じに変わるんですか？相乗効果で両方の旨味がこう入ってくるような感じで、美味しかったの一言じゃ申し訳ないです。タイミング合えばよろしくお願いします。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。はい。少々お待ちください。特製醤油ラーメン。はい、お待たせいたしました。
店名って由来とかってあるんですか？もともと一緒に独立するメンバーがもう一人いて、その方に名付けてもらいましたね。雫一滴でも愛されるようにとか、雫一滴でも美味しいものをっていう意味が込められてます。はい、お願いします。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。お帰りください。はい、お願いします。こちらが一番下に行きます。特製塩ラーメン1タック様目上がります。特製塩ラーメン1タック様目上がります。スープめちゃめちゃなんか出汁が効いてて、飲んで感動したのと、見た目がすごい綺麗で、トッピングも全部こだわりを感じて、チャーシューも3つともすごいホロホロですごい美味しかったです。わかりますか？いたしました。いたしました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3回目の醤油を今日の塩なんですけど、やっぱり塩ラーメンで美味しいところだと醤油も食べてみたくなっちゃって、美味しいですね。うまみたっぷりで、すごくなくて醤油の香りが良かったです。はい。でもごタック様ですよね。あ、そうです。メンズもお待たせいたしました。3種のチャーシューと味玉の醤油ラーメン、いわゆる特製の醤油ラーメンを推してます。はじめにメニューをお選びください。発見が完全に停止するまでお待ちください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。麺10タック様麺入ります。入れます。お帰りください。10タク様特製醤油ラーメン麺上がります。すみません、お客様の特製塩ラーメンに味玉つで大丈夫です。かしこまりました。柿塩ラーメン麺お願いします。失礼いたします。特製醤油ラーメンです。ごゆっくりどうぞ。醤
それもしかしてハンバーグみたいなマジで買う価値かもしれない。いや、どうする発見が完全にはい、生上がります。はい。初めにメニューをお待ちください。お取り忘れにご注意ください。いつもありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございます。毎日楽しいですね。もちろん大変な部分だったりとか、労働時間とかもやっぱ長くなっちゃうんで大変だったりはするんですけど、自分の好きなことを好きなようにやれてたりとか、好きなメンバーと一緒にこうストレスなく働けたりとか、あとはお客様たちもやっぱ半年間お店やってきて、就業先時代から応援してくださってるお客様もいるんですけど、新たな早稲田っていう土地で応援してくださるご近所さんとかも増えてって、日々楽しく過ごしてます。またぜひよろしくお願いします。